はい。高校入試の実況をなぜか大人がやってみようと思います。スタートします。7。こんにちは。解いている間はなかなか喋らないので、副音声で追加説明をします。今回解くのは、三重県の公立高校入試の2025年今年のものです。なぜ三重県かというと、それは投稿者の地元だからです。問題は公式サイトに上がっています。制限時間は45分で50点満点です。実際の高校入試においては、これを8割から9割程度、高校のレベルによりますが、それくらいを得点したいところです。取れるものなら、高校入試くらい満点を取らないと自分の面目が保たれないのですが、実際に受験生として受ける場合は、解けるところを確実に解いて、得点を最大化させる戦略を取ります。というのも、前半はほぼ自明な問題しかないのですが、大抵最後に難しめの図形問題があります。最後の問題は難易度の割に配点が2点しかなくて、そこに時間を浪費するのはコストパフォーマンスの観点からあまり良くありません。なので、図形の最後の問題を捨てて、それ以外の見直しに費やした方が得点の期待値は上がります。ただ、今回は実際に受験するわけではなくて、動画コンテンツという形式のため、最後の図形問題も解き切ることを目指します。エンタメ的な戦略として、最後の図形問題に極限まで時間を余らせるように動きます。4ルート6引く6マイナス2足す3ルート6 x イコール6分のマイナス1ページ目はいかにも教科書的な基本問題です。1点でも落とすようなことは必ずあってはいけません。すぐに片付けたいところです。この1ページで配点は50点中の12点も占めます。こうか。で、こうだね。なんか、高校入試って満点取らなきゃいけないからかなり間違った時の緊張感がでかいですね。うん。合ってるよね。多分そう。3×5 やってるよね。これは、3分の8足す3分の14。3分の4合ってるよね。多分。3分合ってそう。右の図は28個の卵について、1個ずつ重さを測り、その結果をヒストグラムに表したものである。57から58か3個。最頻値は90から61ってことこう答えばいいのかな。AD。おっと、回答形式が違いますね。この場合は、アイデアを取って 60.5g と答えなければいけません。55度かな。55度か。80。うん。で、コンパス持ってないといけないみたいですね。コンパス忘れちゃいました。三角形 ABC の2つの頂点 BC を通る円のうち、中心が角 AB。これトリリウムの円ってやつじゃないの。トリリウムの定理は多分関係ありません。角 ABC。違うか。角 ABC の二等分線なんだ。こうか。で、BC を通る。接限定理。接限定理も関係ありません。図形ちょっと行き詰まる。図形苦手意識があるので、行き詰まりますね。BC を通る円のうち、角 ABC。あ、
中心がか。BC を通る円ってことは、中心が、BC の垂直二等分線上にないといけないので、垂直に、BC の垂直二等分線と、えー各、各の二等分線の交点を求めて、それを中心とすればいいです。っていう感じかな。まあ一応メモしとこう。はい。という感じです。また統計か。右の図は A 組40人、B 組39人、C 組38人の生徒がそれぞれ解いた30点満点のクイズの得点の結果を箱ひげ図に表したものである。この時、後の各問について、右の箱ひげ図から、第三四分位数って高校範囲なんだ。いつの間に家庭が変わったんだ。第三四分位数は大きい方だよね。えーっと、23か。四分範囲が最も大きい国の中央値。後で調べましたが、最近の学習指導要領改定によってデータの分析の一部が中学に前倒しになったみたいです。四分範囲をやったのは自分は高1の時でした。15から3、8、1、2、3、9。だから、四分範囲が最も大きいのは C 組で、中央値は16かな。図から読み取れることとして、次の1から3は正しい、正しくない、わからないのどれか選びなさい。データの範囲が最も大きいのは A 組である。6から25、19、10から27、17。8から26、18。で、データの範囲が正しい。C 組には14点以下の生徒が11人以上いる。14点っていうのは第一四分位数を下回ってるので、まあ38人の4分の1くらいはいるかなという感じです。ただ、それは多分わからないです。わからない。A 組、B 組、C 組のどの組にも20組以上の、20点以上の生徒が10人以上いる。これは、20点以上。まあ、ともに第三四分位数は20点より上ですが、わからないが正解ですかね。間違いです。38人以上のクラスでも第三四分位数以上は10人以上いるので、赤が正しいです。大小2つのサイコロを同時に1回投げるとき、次のルールに従って得点を決めるものとする。出た目の数の和が3の倍数であるとき、出た目の、数の和を得点とする。出た目の数の和が3の倍数でないとき、出た目の数の和に1を足した数を得点とする。傘は3の倍数。1足すのか。だから得点が、x 足す y が6か5なんだね。だから1から5。5足す4で4分の1か。得点が A になる確率が12分の1が36分の3なんですが、えー、うーんと、
3通り。11、12。すべてってことは2つくらいあるんだろうね。メタ読みすると。11と12だとしたら、えー、まあ11点だと足して11になるパターンは、11点と12点と12点なのか。だから A が12で、2と 3？A イコール3か。で、10点の時は、で、あ、11か。3、3、9、9、6、0、9、3、0、3かな。4もそうかな。ちょっとなんか、ちょっと、迷走してしまったんで、もう一度、なんか、考え直します。2、3、4、5、6、8、9、10、11、12で、2、3、4、5、6、5、4、3、1。で、3、3、0、え9、9、3、0と、えー、0か。だから、11、12、3、5かな。A イコール3だったら、2か3の時で、5の時だったら、まあ、逆転が6になる確率は4分の1。なんか、ちょっと嫌な感じだね。
ある時代施設の2月の来場者数は子供と大人合わせて9000人だった。3月の来場者数は2月と比べて子供は 10% 増え、大人は 5% 減ったので合わせて300人増えて、x たす y が900人で、子供が x 人だから 1.1x 足す 0.95y イコール9300。で、0.1x 引く 0.05y とも動くことができると。で、2x 引く y イコール6000。20倍してね、6000で、足す y イコール 3x イコール x。子供が、5000人。大人、4000人かな。ちょっとね、5500。9300合ってる。次の図のように関数 y イコール4分の 1x 上のグラフ上に2点 AB があり、点 A の x 座標がマイナス4、点 B の x 座標が2である。座標軸の位置メモリを 1cm とする。謎の単位。B が21か。関数 A について、x の変域が 0y4 と。これはカッコをつけたつもりになっていましたが、カッコと0をつけていないし、10に見えるので点は与えません。傾きがマイナス2分の1か。で、2を代入したら1になるから、マイナス1足す、これやってるマイナス4を代入すると、2足す2で4と。原点 O から AB に垂線を引き、AB との交点を H とする。OH の長さを求めなさい。OA が OB が2、Z がマイナス4引く、8。面積が6。面積6で合ってるよね。4足す1。15引く4引く1。かける8か。で、AB が5。だから、AB が違う。5じゃなくて、3ルートかな。なので、2分の1、3ルート5、x イコール。いいか。5分の4ルート5と。で、こんなことしなくても、
点と直線の距離の公式というものを使えばいいです。マイナス2分の合ってます。多分。うん。まあ、これで、まあ、図形に、結構、高校入試って図形にどれだけ、図形が最後のラスボスの図形までにどれだけ時間を余らすことができるかってゲームな気がするので、なかなか間に合うかなっていう感じではあります。右の図のように A, B, C, D, E, F, G AD, AB のように 四角形 MN MFHN か。四角形 MFHN は図のような台形となります。2ルートだから、大面積としては、2ルートに、で、4ルートに、で、こうか。2ルート5と、ルート2。ルート2か、2ルート5は、まあ、ルート20か。ルート 18。ルート 2× ルート10であってるか。だから、6ルート 2× 3ルート2割る2だから18か。単位つけないとダメだね。立体 P の体積を求める。うん、これはね、この立体の体積について、自分は三角錐から8分の1を取り除いた8分の7と解釈しています。かける2かける6分の1かける8分の7か。単位つけないとダメですね。ちょっと単位つけたから。これセンチメートルつけないとダメ。なんか、単位つけたかどうかみたいな問題。ミス、ミスするのよくないな。大丈夫だよね。で、これが最後か。ちょっと、白紙を最後追加します。20分余ったね。次の図のように、各 ABC が映画三角形、まあ、鋭角とかいらないか。外心があって、各 ABC の二等分線と、トリリングだ。で、G は重心じゃないと。各 ABC の二等分線と ACO の交点を DE とし、線 AE を引く。点 E を通り、ここ平行なんだ。線分 CB に平行な直線と AC、ABO の交点を成立とし。まず掃除だね。各 AHB と AF、AHB と AF か。
まず、どう片付けるべきか。えーっと、各、各 HAB が、各円周角で、各 HCB と等しい。HCB と等しいが、それは CHE と等しい。平行だからね。で、CHE は円周角で CBE と等しい。なんなら FA と等しい。で、各 HBA イコール各 HEA イコール各 FEA かな。円周角だね。まあ、ちょっと、一応理由も書いておくか。HAB が1で、H だからこれで掃除なんじゃないかな。で、あとは AB イコール7センチ、BC これ120になる。いや、えー、ここかな ?BC イコール GH が3センチか。EG をまず求める必要がある。この問題の鍵は、等脚台形の構造が複数あることにどう気づくかです。さて、時間内に気づくことができるでしょうか。等しい角を洗い出すか。ここも等しいか。じゃあ二等辺だ。ちゃんと。で、等脚台形だよね。これ。AHBE が等脚台形になってんのか。で、じゃあ EG は何じゃん。台形の台がかける。で、FD と DC の比を求めよと。これも、そっか。FD、ここもね、なんか、高校数入試あるあるの、ここだね。ここの掃除ですね。FD 対 DC が、BD 対 D。まあ、BD 対 DE の方が求められる余地があるね。で、
この時点から違ってますね。BD 対 DE ではなくて DE 対 BD です。逆ですね。まあ図形特定するか、まず。違う。ちょっと EG7 じゃないね。えーっと、AB が7で、GH が3だから、ここ4か。だから EG は4だね。で、FD 対 DC が、まあ BD 対 DE であると。で、これは、まあいろいろやりようがあるけど、なんか、AC がわかんないんだよね、そもそも。ああ、そっか。7対5なのか。AD 対 DC が7対5であると。えーっと、AD 対 DC が、えーっと、これは7対5だね。BA 対 BC イコール7対5であると。で、AF 対 FD っていうのは、AH 対 DE であると。うん。だとしても BD 対 DE を示す。BD 対 DE を示さないとダメだよね。うん。そっか、ここも等逆台形か。HBC の等逆台形だね。えX とトレミの定量。HB が 3X。まあ、答え出せばいいからね。ここで間違ったことをしています。HB イコール 3X、B イコール 4X としているのは、BA が各 HBE を2等分しているならば成り立ちますが、実際はそうなりません。なので、以降の議論も連鎖的に全て間違いになってしまいます。だから、HB が3ルート5か。えね。ちなみにですが、HB の正しい長さはルート13で、BE の正しい長さは4ルート3です。そっか、AE も3ルートか。なんで、3ルート5、7足す3ルート5、5イコール4ルート5 AC だ。20
21たす15は 4AC。36。AC は9だね。トレミの定理とか使っていいのかな。で、まあ答え出せばいいかな。で、AC イコール9で、あとは煮るなり焼くなりすればいいんだけど、そっか。AT が12分の 7×9。4分の21。CD が4分の15かな。だから、ED の2乗が30、こう引く、16分の、16分の3か16分の 7×30。PD イコール7ルート5分割る4と。で、E は4ルート5なので、合ってる？なんか図がおかしい気がするけどね。まあ、間違ったらダサいからね。うんうん。B は、まあ、ほぼイニングランなんだけど、BD イコール4分の7ルート5で、B は4分の5なんで、B は4分の9ルート5じゃなくて、B じゃなくて、T か。7対 9？ 合ってるかな。ちょっと、なんか自信ないけど、なんかこれどっかで計算間違いしてたら嫌だよね。ちょっとまあ、最後計算するか。計算ってどうする？えーっと、うん、579って、579でしょ。20だから9が鈍角。なんか AC が鈍角なのおかしい。そうすると AC が鈍角になっておかしいので、なんかおかしいね。AC から違うね。ちょっと計算間違いを。9と合計。待ってね。ここも3ルート。
ここが間違いかな。7かける7×3 ルート 5×3 ルート5がおっと AC が9はおかしいね。うん。で、3、12x 以上。ルート3。3ルート40。HB3 ルート5ってどっから出てきた？ちょっと HB3 ルート5ってどっから出てきた？うーん。あ、そっか。ここが4ルートだ。いや、書くね、道具になってる。だからおかしいな。うーん。と、マジか。解けないのか、これ。えーっと、なんかダメっぽい。ダメみたいですね。終わった。延長戦で考えます。
サンルートじゃねえんだよな。おそらくこの時点でようやく角の二等分でないことに気がついたようです。えHB イコール X として B イコール Y と置くと、トレミの定義を複数使います。X 二乗 X 二乗足す Y4 分の 3Y か。が49と。で、HBCE も同様にトレミの定理を使います。X 乗 X 乗足す35。これでさすがに、えーっと、これで解なし。結論から言うと、この連立方程式は正しいのですが、当時はこれを解くと y の2乗がマイナスになると勘違いして、どこがおかしいのではないかとずっと変なところを探していました。
うん。えーっと、で、そっか。これ ABC トレーニングの定理使って、7かける AC かけると、AC がルート39と。え BD 対 D で、AD が、で、DC が、なんで、BD 対 BD 足す4ルート3な。この方法で求める場合、BD と DE に関する連立二次方程式を解くという解法なんですが、解は2通りあって、その取捨選択が求められます。厳密に言うと、BD と DE を入れ替えたものもまた別の解となっているわけです。
えーっと、ああ、これ入れ替わりの可能性あるのか。えーっと、12で、まあ、普通に考えると、35対13なんでしょう、じゃないでしょうか。ちょっと、やっぱり図形には苦手意識あって、時間かけてしまいました。残念。というわけでまた。最後の問題の答え合わせをします。確かに BD 対 DE は35対13で合っています。ただし、最初で FD 対 DC イコール BD 対 DE としていますが、それが間違いです。正しくは逆です。FD 対 DC が BD 対 DE ではなく DE 対 BD が正しいです。よって正解は35対13ではなくて13対35となります。この問題についてトレーニーの定理など範囲外の知識を使わない方法で解く方法を考えてみたので紹介します。まず三角形 ABC について、GF と BC は平行なので三角形 AGF と三角形 ABC は相似となります。そして AG イコール3、AB イコール7なので相似比の原理によって GF イコール7分の15となります。そして GE イコール4から7分の15を引くと FE イコール7分の13となります。その時に三角形 DEF と三角形 DBC は相似なので DF 対 DC が7分の13対5となり、それは整数比にすると13対35になるということでした。わざわざトレミの定理などを使わずに、ちゃんと解くことができたという話でした。今回の動画は以上となります。お疲れ様でした。